みんな、中古のエレキベースは好きかい？ということで、今回の動画では中古のエレキベースの選び方についてお話ししてみようかなと思います。はい。中古のエレキベースっていうのは新品に比べて安く買えるのがすごく魅力的な部分ですよね。でも、外れを引くのはやっぱり怖いじゃないですか。なので、今回の動画を見てちょっと勉強してほしいななんて思ったりしてみます。初めてのエレキベースに中古のエレキベースを選ぶのも悪くはないんじゃないかなというふうにも思いますので、ご参考までにというところですね。ということで、本編のまずは中古でベースを買うメリットなんですけれども、安いっていうのはありますよね。例えば、うちの在庫の中だと、サイヤーの V5 アルダー5っていうモデルがあるんですけれども、現在中古で77,000円で販売しています。これ新品の価格は10980円でした、実際のところ。同じベースなのに価格がね、2、3割安いっていうことがよくあるわけですよね。なので、価格を抑えつつも質の高いエレキベースを使ってベースを始められる、ベースを買えるっていうのが、すごくいいところかなと思いますね。あと一応付け加えると、新品の楽器って弾けば弾くほど、鳴っていく、音が良くなっていく、みたいな話がね、あったりするんですよ。都市伝説的にね。一定事実かなとは思うんですけど、そういう意味で言うと、中古のベースって誰かが鳴らしてくれているので、そういう意味で音がいいっていう話はもしかしたらあるかもしれないですよね。とか思ったりします。そういうのも出会いなので、全然ね、中古のエレキベース選ぶのはいいかなと思います。中古でエレキベースを買うデメリットについてなんですけれども、やっぱりね、新品同様の保証がついていないっていうのは大きなポイントかなと思います。例えばネックがぐにゃぐにゃになっちゃったり、トラスロットがもう効かなくなっちゃったり、そうした時に新品っていうのはメーカーがね、保証してくれるんですけど、中古に関しては基本的には保証はないんですよね。店舗が保証つけてたりはするんですよ。例えば GIB だと3ヶ月保証って言って3ヶ月の間に起こった事柄について、例えばピックアップから音が出なくなっちゃったとか、ここの弦がビビるようになっちゃったとか、そういうのは無償でね、すべて修理するっていうような保証を提供しております。なので、中古のエレキベース保証がないしなーみたいな風に不安に思ってる方は、保証サービスを提供している楽器屋さんで買うと、良いかなと思ったりしますね。そうした意味で、メルカリだったりヤフオクだったりみたいな、アプリで中古のエレキベース買っていうのは正直あんまりお勧めはできないなと思います。保証がないので、その分安かったらね、いいんですけど、最近なんかちょっと高くなってきたなとか思ったりするので、ぜひ一旦楽器屋さん見てみてもらえればなと思いますね。ただメルカリとかヤフオクで安く買ったものを楽器屋さんに持ってって、これどんな感じですかって聞いてみたり、例えば何かしらの不良が出た時に楽器屋さんで修理をして、それでも全然安かったなみたいなことも全然あると思うので、そういった結果になったら、全然いいんじゃないかなと思ったりします。それと同じ意味で、よく知らない楽器屋さんで適当にポンって買うのも正直あんまりお勧めしないですね。黒沢楽器だったり石橋楽器だったり、そうしたある程度ちゃんとしたお店で買ったら、そこら辺はしっかりしてると思うのでご安心いただければなっていう感じです。もちろんギークインボックスも最高です。なので中古の楽器買うときに一つ大きなポイントとしては、ちゃんとしたいい楽器店で買うことっていうのはすごく安心できるポイントかなと思いますし、我々ね、楽器店がちゃんとサービスを提供するべきポイントの一つかなと思ったりしますね。メルカリすごく増えてきてますけどどうですかなんて聞かれたりしますけど、僕たちは全然メルカリにはないサービス提供しているので自信を持ってやってますっていう感じです。続いて中古のエレキベースを買うときにここら辺チェックしてほしいなっていうポイントをお伝えできればなと思ったりします。まず一つ目、一番大事なのはネックのね、反りとかこの歪み具合なんですよ。ネックがぐにゃぐにゃだともう直すのにすごくお金がかかるし大変なんですよね。なのでここら辺は一番チェックしてほしいなと思います。ネックの状態が悪いと、弦高が下げられなくてすごく弾きづらかったり、下げられてもすごくどっかがビビったりしますね。なのでこれをチェックする方法としては、1フレットと12フレット押さえて、この真ん中にどれぐらいの隙間があるかっていうのを見て、ここに、そうだな、名刺1枚分ぐらいの隙間があったら、すごく適切なネックの反り具合かなというふうに思います。トラスロットで調整できるものなんですけれども、トラスロットで調整してもどうにもならないものっていうのもあるので、そこら辺はね、今のチェックの仕方をしたら防げるかなと思います。ネックの反りについては単体でね、YouTube の動画も出しているので、そちらもチェックしてくださいと思います。ただ、ベース買ったことない人はこうやってやってもわかんないと思うので、店員さんにネックの具合ってこれいい感じですかって聞いてみて、いい感じですって言ったら、全部のポジションを引いていくのがおすすめですね。ネックの状態が悪いとビビったりするので、はい。
で、ゆっくりで大丈夫なので、すべてのポジションを弾いてみてください。で、変なビビりがあったら店員さんに聞いてみるといいですね。それが解消可能なものだったら、店員さん直してくれるので、それが、ここはどうしてもビビっちゃうんですよね。中古ですからね。みたいな感じだったら、ちょっと探してみてもいいかなと、もうちょっと、とは思います。そしてチェックすると、ネックがね、どれぐらい良好かっていうのはわかるかなと思いますね。結局ここがビビるかビビらないかだったり、原稿をどれぐらい下げられるかっていうのが、ネックのね、一つの基準なので、いいネックかどうかっていう基準なので、ちゃんとね、こうやってネックの具合とか、こうやって見なくても、ある程度、ちゃんと調整されたネックだったら全部のポジション引いたら中身は分かってくるかなと思います。これがね、一番シンプルです。で、あと楽器屋さんの僕たち的に、思想に入ってる楽器がビーンビーンビーンって言ってたら結構ね、気になるんですよ。こんなもん売れねえなとか思うので、なんでそこら辺は積極的にチェックして、そして楽器屋さんの店員に聞いてほしいなって思います。これ大丈夫ですかみたいな。初心者なんですけどって。優しい人はちゃんと教えてくれますので、そういう楽器屋さんの店員たくさんいるので、質問してくださいということです。続いてチェックしてほしいのが電装系なんですよね。はい。ここら辺のノブです。これを音出しながらくるくる回してみて、ガリガリって変なノイズが出たりしないか、あとこのスイッチもカチカチとかやってみて、音出ないところがないかとか、しっかりチェックしてほしいななんて思ったりしますね。で、あとはね、弦を触ったり、金属パーツを触った時に、ジーっていうノイズが減るかどうかっていうのをチェックしてください。ジーっていうノイズはね、どうしても出るんですよ。なんですけど、触ったら、G っていうノイズ出なくなるようになっておりますので、触っても触んなくても G っていうノイズが変わらないっていう状態は異常があるので、これに関しては、店員さんに聞いてみてください。ギークインボックスの YouTube で見たんですけど、これって減圧取れてますかみたいな。はい。っていうと、取れてない場合にはすぐに直してくれるかなというふうに思いますね。あと、音出しながら回すのがやっぱり大事で、音出さないで回してもなかなかね、気づかないですし、ここら辺のチェックってね、やっぱりめんどくさいんで、結構やんない人も多いんですよ。でも、後から問題出たらもっとめんどくさいじゃないですか。なんで、ここはかなり入念にチェックしてもいいかなというふうに思いますね。例えば、ハードオフとかで楽器買うときにね、あれ、音出ないな、みたいな。ガリ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 って言うなとか、音妙にちっちゃいなとか、あると思うんですけど、あれね、よく電池が入ってないパターンがあるんですよ。変な話ですけど、これなんか音出ないんですけど、なんかもうちょっと安くならないですかとかもしかしたらそういう交渉してみてもいいかもしれないです。なんですけど、大体は電池入ってないっていうパターンが多いです。ただ、電池入ってて音出なかったらもうね、お察しですよ。もうすんげえ金かかるかもしれないしね、直すのに。ここら辺は皆さんのこの交渉術で乗り切ってほしいなと思います。楽器屋さんではね、絶対ないです。音出ないときは、電池ですねってすぐ店員さんやってくれるので、ご安心くださいという感じですね。さっきのフレットとかネックとか、そこら辺と比べると、電装系っていうのはね、比較的直しやすいので、正直そんなに心配しなくてもいいはいいです。電気周りの状態悪いけど、すごい安いなと。相場よりも5万くらい安いなと。だったら、じゃあ自分の好きなピックアップ乗せればいいかぐらいで考えても、悪くはないと思いますね。続いてよく見たいのが、単純に傷ですね。中古品なのでこういう風にね、傷が入ったりするじゃないですか。パッと見でわかるところはね、わかるんですけど、パッと見でわかんない傷も結構あって、例えばね、ここら辺とか、このボディエンド部分ってみんな床にボーンって置いたりするんで、よくね、傷ついてます。あとこのジャック周り、みんな見ないでジャックに刺そうとするんで、プラグがここら辺にボチボチ当たって、よくね、丸い打痕ついたりしています。ここら辺は、楽器屋さんもね、例えばインターネットに商品の画像を上げるときにね、撮り忘れていたり、撮っててもね、わかりづらかったりするので、どうしてもね、この絵が一番見せたいじゃないですか。上げられる枚数にも限りがあったりするので、ここら辺ね、省略されることもあるんですよ。なので、ここら辺の傷はすごくチェックしてほしいなと思います。あと、ヘッドの先っちょとかもよく傷つきます。欠けてんのとかもあるね。このバックのとことか。っていう細部のところまでよく見てチェックしてみてください。なんか思わぬ打痕を家で発見するとちょっと萎えるじゃないですか。あとたまにあるのが、このフレット自体に弦の傷がついてることもあります。弦があるところに上からドスンって何かが当たったりしたら、弦がフレットに当たってその部分のフレットだけ凹んだりするんですよ。こういった問題もたまにあるので、よくチェックしてほしいなと思います。言うまでもないんですけれども、新品に関してはね、ここら辺の傷は基本的にはないです。ただ、例えばね、黒いボディのギターとかベースに関しては、ちょっとしたスクラッチ傷が見えたりしますね。目立ちやすいんですよ、黒って。で、そこのスクラッチまで完全に消すってかなり難しいです。特に20万円以下とかの楽器においては、かなり難しいですね。この塗装のちょっとしたスクラッチっていうのは、どうしてもね、新品でも入っちゃうっていうことは、理解いただけたら嬉しいなと思ったりしますね。でも日本に関してはめちゃくちゃ神経質にそこら辺やってるので、アウトレットとして売ったりっていうこともよくありますね。
なんでそこら辺はまあ交渉してみてもいいかもしれないですけど、ただこう、製造過程とか工場の人のこととかを知ってる僕的には、ちょっと勘弁してあげてほしいななんて思ったりします。はい。ということで、たくさん喋ってきたんですけれども、じゃあ、ギークインボックスではどんな中古のベースの売り方をしてんのかと言いますと、まあ、主に保証のところですよね。僕たちはかなり力を入れています。中古のベースでも安心して買ってほしいので、フレットの削れ具合とか、トラスロットの動き方とか、ネックの状態とか、ボディの傷とか、あとはオリジナル度が高いかどうかとか、あとはシリアルとか製造年とか、生産国とか、重さとか、あらゆることをチェックして、基本的には全ての情報を説明文の中、もしくはタイトルの中、そして画像の中に入れ込んでいますね。まあ我々はその総合リサイクルショップとか、そうしたものではなくて、ギター、ベースの専門店なので、まあここら辺に関しては本当にプロフェッショナルとしてしっかりやろうというふうに思っていますね。なので中古のベースだったとしても、オンラインでの販売だったとしても、安心して買ってほしいっていう形でもう10年ぐらいやってきたので、ここはぜひ信頼してほしいななんて思ったりしますね。もしね、ここちょっともうちょっと見たいとか、これって本当にこうですかとか、そうしたことがあれば、E メールで問い合わせしてくれたら、しっかり丁寧に我々のスタッフが答えますんで、気軽にご相談くださいといった具合ですね。そして保証の部分なんですけれども、GIB では3ヶ月保証を中古のベースには提供しておりますね。はい。販売後3ヶ月間の間に何か問題が出たら、それに関しては無償で、修理もしくは返金対応しますよという内容です。なのでまあ安心してくださいって感じですね。再買取保証っていうものも提供していて、買ったけど、やっぱちょっと違うの欲しいかもって思ったら、6ヶ月以内であれば、中古のベースに関しては 70% の価格でもう一回買い取りします。例えば10万円で買ったベース、やっぱ手放したいなと思ったら GIB が7万円で買います。はい。新品に関してもこれは提供していて、こっちはね 50% の価格で再買い取りを保証していますね。そして下取り割引っていうものも提供しています。はい。下取り品があった場合に10から 15% の割引を提供するものですね。僕、個人的な思いとしてなんですけれども、ベースってね、やっぱ買ってみなきゃわかんないことすごく多くて、どんだけ頑張って思想して、どんだけ頑張ってチェックしても、わかんないこともあるんですよ。手に入れてみないと。なので、手に入れた後に、やっぱりこっちが欲しいとか、もうちょっとこう違うベースも試してみたいなっていう風にずっと思ってたので、はい、そこに関しては、しっかり、うちからサービスとして提供しましょうという形でやっていますね。なので、うちのベースってね、何回も戻ってきたりするんですよ。はい。そうしたベースは僕たちも癖とか分かっているので、より良い状態で販売できるというか、詳しい説明文を添えて販売できるっていうメリットありますから、ぜひぜひね、ご利用くださいというふうに思っております。ということで、エレキベース初心者のための失敗しない中古ベース選びという形で動画やっております。いかがでしょうか？中古のエレキベースね、本当に面白い世界で、ハマっちゃうとね、ずーっと見ちゃうんですよ。デジマートとかヤフオクとかね、毎日見ちゃうんですよね。やっぱ面白くて。一本一本個性が違ってやっぱ、ゴロッと思うのは出会いなので、楽しいから、ぜひみんなにやってほしいなと思います。ただね、やっぱり失敗はしてほしくないので、今回のね、この動画を見て、できるだけね、失敗しない中古エレキベースのね、売買ができたらなと思っておりますので、ヤフオクとかメルカリもすごい楽しいですけど、ギークインボックスのウェブサイトもチェックしてみてくださいという感じです。本編終わり。これ中古ベースの相場感とか、歴史とかを理解してくると、やっぱね、パトロール楽しいんですよね。僕、このエレキベースオタク発揮し始めたの高校生ぐらいだったんですけど、僕は秋田出身で、秋田って楽器屋さんがあまりないんですよ。だから皆さんがお茶の水とかに行くような感覚で、デジマート見てましたね、僕。デジマート、J ギター、ヤフオク、楽天市場の中古のところを毎日パトロールするんですよ。更新順とかで並び替えとかして、昨日見たところまで全部見るんですよね。で、デジマート見たら次楽天見るんですよ。っていうようなオタク活動をしていたら、いつの間にかこんな感じになってました。本当はね、エレキベース弾いてね、仕事できたら楽しいなってずっと思ってたんですけど、なかなかね、人生そんなうまくいかないんですよね。いつの間にかエレキベース弾くんじゃなくてね、売る生活になってたっていう。これで全然幸せで。皆さんの中にももしかしたらね、弾くよりなんか選ぶとか、売るとか、こういう仕事の方がいいなって思ったりする方いると思うんですけれども、そんな方はぜひ、ギークインボックスで働いてください。って思ったりします。はい。GIB 横浜、GIB 兵庫、トニック横浜、すべての店舗が2倍以上の増床予定です。なので、スタッフも増やそうと思っているので、我こそはという方はぜひね、僕の Twitter の DM かもしくは会社のメールに、連絡ください。今ね、積極的に採用を行っております。うちね、ESP とかの楽器制作の学校出身の方も、少なくはないんですけど、正直ね、少数派です。普通の大学出た人が多いです。あと、中卒もいます。
いい意味でね。いや、めちゃくちゃ最高ですよ。中卒だけど、彼はもうがっちり稼いでますね。ある程度ね。はい。ある程度稼げてますし、エレキベース好きで、情熱があったら、全然僕たちはウェルカムなので、ぜひ来てくださいと。一緒に働きましょう。新しい楽器屋さん作っていきましょうっていう感じです。はい。ギーキンボックスは横浜と兵庫の他にもソウルにも店舗ができています。そちらにも遊びに来てください。僕ががっちりね、ソウルの方はこれから滞在して、仕事をやっていこうと思っておりますので、ぜひね、ソウルでもお会いしましょうっていう感じです。横浜にはトニックっていう店舗もあって、そちらはね、ギター専門店なんですよ。なので、ギターとベースどっちも専門店横浜で展開しているので、楽しめるんじゃないかなと思います。何気に横浜には、黒沢楽器、石橋楽器、島村楽器っていう、他のね、すごく大きい店舗もあるので、まあかなり楽器好きは楽しめるんじゃないかななんて思ったりしますね。最近 K アリーナとか、P アリーナとか、いろいろライブハウスもできてますから、まあかなりこう、音楽好きな人にとっては楽しめる街になってますよね。なので横浜来てほしいななんて思ってます。僕もね、そこら辺大体飲んでるので、声かけてください。そういえばね、昨日K アリーナで Z っていう DJ のライブがあって、それ見に行ってたんですけど、ビールいっぱい買っちゃおうかなと思って、こう、売店並んでたら、あれみたいな。なんかすごいこう、びっくり顔で見られるから、列長かったからさ、最初俺、長すぎてビール買いたくねえとか思ってんのかなと思ったの、その人が。だから、一緒買いますって聞いたらね、いやいや、大丈夫です、みたいな。てか、佐賀さんですかみたいな。うわ、本当にいるんだ、みたいな。っていう、ただのギーキンボックスフォロワーに出会いまして、ただのっていうかはい、酒好きのね。はい。いや、それね、僕的には結構嬉しいので。声かけてくれると、まるでなんかこう、有名人みたいじゃん。はい。なんか、嬉しい気分になるので、ぜひ声かけてほしいななんて思ったりします。僕から一杯おごります。一杯おごりますよって言ったんだけどね、その時。いや、いいです、いいですって言われた。そんななんか声かけてくれる人にはおごりたいなと思ったりするのでね、声かけてください。ということで、最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。